日本の知恵で心の平穏を取り戻す、人生とキャリアを変える5つの哲学と実践法。日本の知恵メンタルバランス、忙しい毎日に疲れていませんか？思いやりや間など、人生の質を高める5つの日本の哲学を紹介。ストレスを解消し、日本でのキャリアや生活に心の余白と内面の成長をもたらす、実践的なスローライフのヒントをお届けします。なぜ今、私たちは日本の知恵を必要としているのか。日本での生活や仕事は刺激的である一方で、時に私たちを消耗させます。常に何かに追われている気がする将来のキャリアに対する漠然とした不安がある。もしあなたがそう感じているなら、それはあなただけではありません。多くの外国人が日本社会特有のハイペースな環境や複雑な人間関係の中で心の余白を見失いがちです。しかし、解決策は意外にも私たちが普段接している日本文化の根底に隠されています。生きがいや改善といった有名な言葉の他にも、あなたの人生を劇的に変える日本の知恵や哲学が存在します。これらは単なる精神論ではありません。現代の混沌とした世界でメンタルバランスを保ち、内面の成長を促すための強力なツールなのです。この記事では、あなたの視点を変え、心の平穏を取り戻すための5つの知られざる日本の概念を具体的な実践方法とともにご紹介します。1、思いやり、自分を超えて他者とつながる力。ビタマトな共感がもたらす心の変化。私たちは日々、自分のタスクや目標、悩みに追われがちです。しかし、思いやりの精神は、その視点を自分から他者へとシフトさせます。これは単なる親切心ではありません。相手のニーズに気づき、相手の立場に立って考え、行動するという高度なマインドフルネスの一種です。相手の話を遮らずに聞く。言葉の裏にある感情を想像する。他者の視点から世界を見てみる。キャリアにおける思いやりの効能。日本での就職やキャリアアップを目指す皆さんにとって、思いやりは最強の武器になります。日本のビジネス現場では、空気を読む力やチームの調和を乱さない配慮が評価されますが、その根底にあるのがこの精神です。他者を尊重し、価値を認めることで、結果としてあなた自身も周囲から信頼され、自己肯定感が高まります。これは、孤独感や疎外感を和らげるストレス解消方法としても機能します。ポイント、誰かに親切にすることは、実は自分自身への最大のギフトです。2、森林浴、自然の中で感覚を取り戻す。五感を使った意識的なリラクゼーション。森林浴という言葉を聞いたことはありますか？これは文字通り、森の空気を浴びるように味わうことですが、単なるハイキングとは異なります。森林浴の効果は科学的にも裏付けられており、ストレスホルモンの減少、血圧の低下、免疫力の向上、そして気分の改善が期待できます。忙しいあなたにもできる実践法。忙しくて遠くの山には行けないという方も安心してください。大切なのは場所ではなく、意識です。近くの公園を見つける、都心でも緑のある場所ならどこでも構いません。ゆっくり歩く、目的地に急ぐのではなく、歩くこと自体を楽しみます。五感を研ぎ澄ます、木々の香り、風の音、葉の色、土の感触。すべてを全身で感じ取ってください。これはデジタルデバイスから離れ、自分自身と再接続するためのスローライフの実践です。自然の中に身を置くことで、頭の中のノイズが消え、驚くほど心の余白が生まれるのを感じるはずです。3、もったいない、すべてのものに価値を見出す。
浪費しない以上の深い意味。もったいないは、環境保護のキャッチフレーズとして世界的に有名になりましたが、その本質はすべての存在には価値があり、命があるという敬意の念です。単に物を捨てないことだけではありません。物を修理し、再利用し、目的を変えて使い続ける。これは、現代の消費社会に対するアンチテーゼであり、人生のバランスを整える哲学でもあります。時間とエネルギーへの応用。この精神をあなたの時間やエネルギーそして人間関係にも適用してみましょう。時間の浪費、無目的な SNS スクロールはもったいない時間の使い方ではないですか？エネルギーの浪費、変えられないことに悩み続けるのは、あなたの精神的エネルギーがもったいない状態です。人間関係、今あるつながりを大切にし、修復する努力をすることは、使い捨ての人間関係よりも価値があります。今あるものに感謝し、最大限に生かす姿勢は、無駄を減らす生き方へとつながり、結果として経済的精神的な豊かさをもたらします。4. 間存在と不在の間にある静寂の力。意識的な空白が生む創造性。5つの概念の中で最も抽象的でありながら最も強力なのが間の概念です。これは存在と不在の間にあるスペースを意味します。音楽における休符、会話における沈黙、生け花における空間。日本文化において何もない空間は空虚ではなく意味のある余白として扱われます。現代人が取り戻すべきポーズ、一時停止。私たちの脳は常に情報でパンパンです。しかし、創造性や内面の成長は情報の詰め込みではなく情報の隙間、間から生まれます。会話において即答せず、一呼吸置くことで、より深い対話が生まれます。生活において、スケジュールを詰め込みすぎず、あえて何もしない時間を作ります。心において、感情が揺れ動いたとき、反応する前に一瞬の静寂を持つことで、冷静さを取り戻せます。心を整える習慣として、間を意識してみてください。それは、忙しい生活の中で自分を見失わないためのアンカー、怒りとなります。5. しょうがない、現実を受け入れる強さ。諦めではなく、受容の哲学。最後に紹介するのは、しょうがないです。It can 10引用 be helped 仕方がないと訳されることが多く、ネガティブな諦めと捉えられがちですが、実は極めて実践的なメンタルヘルスの知恵です。人生には他人の行動、天候、経済状況など自分のコントロールを超えた出来事が必ず起こります。これらに行為、嘆くことは精神的なエネルギーを著しく消耗させます。コントロールできることに集中する。しょうがないの本質は変えられない現実を受け入れ、変えられること、自分の行動や反応に集中するという受け入れる力です。これはストア派の哲学にも通じるレジリエンス、回復力の源です。ビザの手続きが遅れている？しょうがない。その間に日本語の勉強をしよう。電車が遅延した？しょうがない。ポッドキャストを聞く時間に当てよう。不満を手放し、現実の流れに身を任せることで、私たちはフラストレーションから解放され、メンタルバランスを保つことができるのです。まとめ、日本の知恵をあなたの OS にインストールする。今回ご紹介した5つの概念は、決して難しい修行ではありません。明日から始められる小さな意識の変革です。思いやり、他者の視点に立ち、心を通わせる。森林浴、自然の中で五感を解放し、リセットする。もったいない、
物、時間エネルギーの価値を最大化する。意識的に空白を作り、心の余裕を生む。しょうがない、変えられないものを受け入れ、前に進む。日本での生活やキャリア構築において、これらの日本の哲学を取り入れることは、単なる文化理解を超え、あなた自身の自分らしい生き方を確立する手助けとなるでしょう。外側の成功だけでなく、内側の平穏を大切にすること。それが長く充実した人生を送るための鍵です。あなたのお気に入りを見つけてください。この記事を読んで、どの概念が一番心に響きましたか？もし、もっと詳しく知りたい日本での生活について相談したいと感じたら、ぜひ私たちのチャンネルに登録してください。日本でのキャリア形成や生活に役立つ、より深い情報を定期的にお届けします。